こんにちは、つんです。今回は以前ご紹介したアイテムの改良版や買い替えてさらに使いやすくなった暮らしの道具を全部で4つご紹介します。小さな変化ですが、毎日の家事がぐっと楽になったので、少しでも参考になれば嬉しいです。紹介したアイテムは概要欄にもまとめておくので、気になる方はぜひチェックしてみてください。最近は何でも値上がりするので、ラップは比較的お安い無添加のポリエチレンラップを使うようになりました。無添加という安心感はあるけれど、正直切れ味が悪いんですよね。角度と勢いのコツをつかめばスパッと切れる時もあるんですけど、うまくいかない時もしばしば。そのうち箱はボロボロに。こうなると成功率も下がりがちです。そんなモヤモヤを解決するべくラップケースを購入しました。カインズのスパッと切れるラップケース980円です。無印とかタワー100均にもあるんですけど、友達が使いやすいって言っていたので今回はカインズを選んでみました。最近はマグネットで貼るタイプが主流ですよね。カインズのももちろんマグネットがついています。四角い形が多い中、丸みのある筒型が特徴です。左右には飛び出し防止のストッパー付き、縁には滑り止めテープがついていて巻き戻らないようになっていました。さらに一部がへこんでいて次のラップも取りやすいです。カッターはプラで囲まれていて手を切らない安全設計でした。こういう感じで全体的にラップケースにありがちな不満点は解消されている印象です。で、カインズには詰め替え用のラップもあるんですけど、私は松木用で買った30センチ50メートルのタイプをセットしました。同じサイズなら違うメーカーでも問題なく使えそうです。で、使い方はまずラップを引き出して滑り止めテープに引っ掛けてピンと貼ったら、蓋の中心を握り込むようにパチンと締めると、気持ちよくスパッと切れました。この時クレラップみたいにくるっとひねったり、ラップがたるんでいるとうまく切れないみたいです。たまにね、正直失敗することもあったんですけど、この切れ味は初めての感覚で新鮮でした。あと取説に横置き NG と注意書きがあって、私は横に貼りたかったのでなんでだろうと思ってカインズに問い合わせたところ、向きを間違えると蓋が開いてしまうからだそうで、向きさえ間違えなければ横に貼っても問題ないということでした。マグネットも強力で落ちる心配もなさそうです。はい、こちら以前ご紹介したスリコの油ほこり超吸着ダスター。3枚で330円です。厚手でふわふわなマイクロファイバークロスで油汚れやホコリを吸着。さらに吸水力があって、以前試してみたときは1枚で 150ml も吸水しました。私はバスルームの拭き上げに使っていて、ついでに汚れも取れて一石二鳥。使い始めておよそ1年、すっかり手放せなくなっていたんですが、残念ながらスリコでは廃盤に。もう買えなくて困ったなと思っていたところ、カインズに似た商品がありますよとコメントで教えていただいたので早速買ってみました。はい、それがこちら。カインズの厚手吸水マイクロファイバークロス。さっと取り出せるボックスタイプで10枚入り298円。30秒に1個売れている人気商品なんだそうですよ。サイズはベーシックなマイクロファイバークロスと同じ 22cm×22cm。今まで使っていた3コインズのと比べると一回り小さいんですけど、お値段は3分の1です。で、こちらもスリコと同じくふわふわな手触り。一般的なマイクロファイバークロスと違って指に引っかかる感覚がないところがいいですよね。さて、吸水力はどうなのか。前回と同じく 250ml のお水をボウルに入れて浸してみました。そして残った水の量を測ってみると、およそ 150ml 吸水しました。
3COINS のより小さいのに吸水力は同じぐらいでしたね。で、スリコの方はちょっと色落ちするのが残念ポイントだったんですけど、カインズの方は色落ちしませんでした。一拭きでしっかり吸水するので、バスルームの拭き上げはもちろん、キッチンや洗面台など水回りの掃除に便利です。これからの季節は窓の結露を拭くのにも良さそうですよね。で、口コミでは洗車に使ってるっていう人もいました。何度も繰り返し使えるので298円で10枚も入っていたらかなり長持ちしそうです。セルロースと違って乾いてもカチカチにならないので、濡らさなくてもさっと使えて空拭きも OK。個人的には色も3COINS のより好みでかなり気に入りました。カインズの人気商品ということで当分は廃盤の心配もないんじゃないかなと思っています。以前はできるだけ洗い物を減らしたくてご飯はラップで包んで冷凍していました。でも温める時にたびたび失敗してカチカチに硬くなったりべちゃっとしたり、せっかくのご飯が残念な仕上がりになることもありました。楽なことよりも美味しい方が幸せではと思い直して買ったのがマーナの冷凍ご飯容器。使い始めて1年9ヶ月が経ちました。マーナ極み冷凍ご飯容器はお米マイスターとの共同企画商品で、冷凍ご飯をふっくら美味しく温められると人気のアイテムです。中にはすのこが入っていて余分な水分が落ちる仕組み。実際に使ってみるとラップで包むよりもアクションが少なくて楽だったし、懸念していた洗い物は食洗機にお任せだし、何より冷凍ご飯が美味しいです。粒立ちもよくふっくら温められて、ラップで失敗したカチカチになったご飯を我慢して食べるということもなくなりました。ただ、唯一の難点はよそいにくいこと。すのこについたご飯粒を一つ残らずきれいに取り切るのはなかなか手間でした。かといって容器をひっくり返すと、せっかく落ちた余分な水分まで器に入ってしまうんですよね。これぐらいは仕方がないかと思って、これはこれで満足して使っていたんですけど、そんなちょっとした不満を解決する容器があったので試しに購入してみました。はい、それがこちら。ライクイット蒸気で温める冷凍ご飯容器。日本製です。冷凍、冷蔵、食洗機も OK。カラーは全部で5色あるんですけど、マーナの時は白いのを使っていて、炊き込みご飯を保存した時にいちいち蓋を開けて確認するっていうのが面倒だったので、今回は中身がうっすら見えるクリアタイプにしました。中はザル型の二重構造。余分な水分は下に落ちる仕組みで、ご飯全体を包むサイズのザルだから、そのまま持ち上げて器に移せるというのがポイントです。こうやってひっくり返すだけでよそえるんですよね。これがめちゃめちゃ楽でした。ザルの目も細かいのでご飯の粒も落ちないし、容器に溜まった水分が混ざることもありません。容量はマーナが約 180g だったところ、ライクイットは約 200g まで入れることができます。温めは蓋をしたままで OK。ご飯が 160g だと 600W で約2分30秒。200g だと 600W で約3分が目安です。で、気になるお味はというと、実はマーナと一緒に1ヶ月ほど使っていたんですけど、正直ほとんど差は感じませんでした。どちらもふっくら美味しく仕上がります。ライクイットの方のサイズは 113mm 角。マーナは 121mm 角なので、上から見るとライクイットの方がわずかに小さいんですけど、高さはライクイットの方が約1センチ高いです。その分収納スペースは少し取るんですけど、肉まんを温めたりとか保存容器としても使えるので、このぐらい深さがあった方が何かと便利かなと思いました。で、蓋はうっすら丸くへこんでいて、重ねた時にずれないようになっています。ちなみに収納ボックス付きの4個セットっていうのもあって、専用の収納ボックスは縦でも横でもぴったり4つ収まるように作られているそうです。はい、こちら以前ご紹介した下から出るマグネットディスペンサー。
2本購入して2年と3ヶ月快適に使っていたんですけど、シャンプーに使っていた1本が液だれするようになってしまいました。デザインも使い勝手も気に入っていたので、同じものを買い替えようと思ったらいろいろと改良されてリニューアルしていました。新しい商品名はホバーマグネットディスペンサー500。結論から言うとこれがすごく良くなってました。改良点は全部で4つあるので順にご紹介します。はい、まず1つ目はサイズ。幅が5ミリ広くなって高さは 1.5 センチ短くなりました。で、口も一回り大きくなったので洗いやすさがアップ。旧型も手を入れて洗えたんですけど、ちょっときつかったんですよね。前より楽に手が入るので、より効率よく洗うことができます。で、2つ目はマグネット。下にも追加されてより強力になりました。これは以前より長さが短くなったので、マグネットの面積を確保する必要があったのかもなんですけど、下にもあると安心感があります。旧型も落ちることはなかったんですが、新型もがっつりついて心配はなさそうです。マグネットが使えない方にはシールフックタイプもあります。はい、そして改良点3つ目は蓋の部分。旧型は乗せるだけだったのが、新型は蓋の一部に小さなへこみがついて、旧型よりもしっかり閉まるようになっていました。わかりますかね？ほんのわずかな違いなんですけど、あるとないとでは結構違います。軽くテンションをかけないと開かないので、うっかり手が滑って蓋が開いちゃうっていうことがなくなりました。そして4つ目の改良点はノズルです。個人的にはこれが一番嬉しい改良ポイントでした。旧型は粘度の高いコンディショナーだと出にくくて使えないことがあったんですよね。それで私は仕方なくコンディショナーを変えたんです。それが今回の改良で高粘度タイプにも対応しているそうです。ノズルの形状もかなり変わっていました。ということで、こっくり系のコンディショナーで試してみます。これはイオクリームメルトリペアというトリートメントで、かなり粘度は高い方だと思うんですよね。使えなかったら困るので、とりあえず2回分ぐらい入れてみました。少なすぎますかね。当然すんなり出るはずもなく、トリセツにあったなかなか出ない時の対処法。ボタンを押したままノズルを指で押さえてボタンを離すっていうのを何回も繰り返しました。でもなかなか出なくて、やっぱり無理かと一旦撮影を中止して、数分後改めてトライしたら、なんと出ました。改良版すごいですね。ちなみに旧型でもこれぐらいの粘度なら問題なく使えるんですけど、より高粘度なタイプをお使いの方は新型の方が安心です。ネットでは新旧どちらも販売されているので、購入の際はご注意ください。で、カラーはホワイトの他にグレーと黒があります。ニトリのデコホームには新型のミッフィーバージョンなんていうのもありましたよ。と、ここまで紹介しておいてなんですけど、タワーから詰め替えパウチディスペンサー収納ホルダーという商品が出ているのを見つけました。詰め替えパウチをそのまま使えるという収納ケースで、これなら詰め替えなくてもいいし、見た目もすっきり。さすがタワーですね。もし今のディスペンサーが壊れた時には、次はこれにしてみようかなとちょっと気になっています。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。少しでも参考になりましたら、いいねやチャンネル登録、ハイプをいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。